はい、こんにちは。画家の塚木のりです。今回はちょっとだいぶご無沙汰になってしまった、ちょっとほっぽといてしまったフレスコ画、ボンフレスコをまたやろうと思います。以前にね、ボンフレスコの入門編として基本的な作り方を解説しましたけど、今回はもうちょっと踏み込んだことをしようかなと思います。ボンフレスコって、前回もちょっとお話ししましたが、シジタリのマルタが乾ききる前に絵を描き上げるっていうことになるんですけど、どうしてもね、大きい、ね、絵とか緻密な絵とかね、日数がかかるやつとかがあると思うので、そういったのとかはね、今日はここからここ、今日はここからここって画面を区分けして作画することになります。で、その1日あたりの仕事のね、ところをジョルナータって言うんですけど、1日目ジョルナータ、2日目ジョルナータって感じで、カウントしていくっていうのかな、つなげていくっていうことになると思います。つなげ方というのかな、そのジョルナータを作るにあたってね、いろいろとそのコツとかやり方みたいなのとかがあるので、それを解説するに向けて一つ絵を作っていこうと思います。で、その前にね、前回レンガから作りましたけど、レンガ以外にもやり方は多々あるんで、違うやり方をご紹介したりとか、あとそのジョルナータに向けてってやっぱり土台みたいなのとかがある程度ね、あるので、基礎の説明だったりとかやり方を説明しようと思います。何回かに動画を分けて説明しようと思うので、まずは土台の説明とか解説とかをやっていこうかなと思います。準備ですが、前回の入門編と同じ石灰丸太を使っていきます。比率とかね、前回のやつと同じ材料、同じ比率でやっていきますね。よいしょ。シジタリか丸太を塗る素材で、前回はね、レンガを使いましたが、レンガはね、ちょっと重いし、目地材でつなげたりとかするのにも手間だったりとかで、ちょっと大きい絵には、壁じゃない限りにはやっぱり実用的ではないんですよね。なんで今回はラスカットっていう建材ですね。合板の上に加工がしてあるやつなんで、それを使っていきます。で、これね、ちょっと補強で、補強でというかな、木枠、木の、骨組みみたいなのを一周回してあげたもので、それを木工用ボンドでね、くっつけて作ったものになりますね。白の木の骨組みなしだと、小さい画面とかね、大丈夫なんですけどね、4号とか6号ぐらいとかだったら多分問題ないかな。で、10号ぐらいとかになると、木枠、つけてあるんで、ちょっとグニグニ曲がったりとかしないんですけど、大きいやつになると、結構グイグイってやると、ちょっとね、やっぱり、たわんだりとかっていうことになって、丸太自体が乾いたら、そんなに伸び縮みね、しないものなんでね、布とか紙とかみたいにね、柔軟性はないので、この壁材っていうのかな、そちらが柔軟性があるやつだと、割れてしまうので、もう、硬く動かない素材として今回このラスカットを使ってみようと思います。でラスカットの問題点はホームセンターで売ってるんですけど、カットまではラスカットホームセンターでやってくれないんですよね。木材のカットサービスをやってるホームセンターでも多分ラスカットはカットしてくれないところが多いと思います。なのでご自身でね、その電動の丸ノコとか持ってる方はご自身で切ることになると思います。一応ノコギリでも切れますけどね、綺麗な直線を出したいんだったらやっぱりちょっとね、丸ノコね、電動系の器具が必要かなと思います。ラスカットとは別に建材のスタイロフォームを、ちょっと細工して使うという手段がありますので、
そっちの方が軽量ですし手軽に作れるとは思います。ただそちらの方が壁材としての柔軟性みたいなのとかは低いんで、そちらもその大きい画面になかなか耐えられないっていう問題がちょっと出てくるのが難点ですね。で、後でご説明するんですけど、トレースする時の道具として担保、このガーゼの中に顔料が入ってて、振ったら粉がパラパラっと出てくるようなものを使います。ボンフレスコを作るにあたって今回ラスカットを使うんですけど、2層で絵を描いていきます。中塗り層を塗って完璧に乾燥させてから上塗り層に行きます。で、なんで2層かっていう理由なんですが、本来は3層構造だと思ってもらった方がいいと思います。絵の大きさとかそういった壁材とかの相性とかも加味して今回は2層でいくんですけど、本来は、いわゆるレンガ壁だったり石壁とかだったりそこがあるとして、下塗り層のアリッチョっていう下塗り層で、中塗り層はシノピアって言うんですけど、シノピア層で上塗り層のイントナコってあるんですけど、3層の理由はアリッチョは壁材とマルタ、これから載せるマルタの相性がいいものというのかな、隙を良くするために必要になってくる感じですね。だいたいおよそ描画層って砂の粒子が細かいのになっていくんですけど、いきなり細かい粒子のものってひび割れやすいんですよね。なので基本描画層に向かって徐々に粒子を細かくしていきます。でなので下地がレンガとか荒削りのね石壁とかにまず粗い砂の下塗り層で、その次にもう少し細かくした中塗り層をやって、で中塗り層にねある程度その下書きの構図とかそういったのとかを配置して、今度描画層になっていきます。描画層はねその1日1日分の仕事範囲が決まってますので、その中塗り層にトレースした下書きを当てにして描画層を一つ一つのジョルナータを塗っていく仕上げていくということになります。で今回中塗り層と上塗り層だけでいくのは、ラスカットが結構凹凸激しいしマルタがちゃんとくっついてくれるんで、中塗り層次に描画層で中塗り層があることによってラスカッタって水染み込まないですよね。中塗り層を塗ったら、そのねマルタ地が水を吸ってくるんで、描画層の状態が良くなるんですよね。絵の描く時間だったりとか塗りやすさだったりとかそういったのとかが良くなってくるんで、やっぱりその中塗り層っていう存在の意義というのかな、結構大きなものを占めてくると思います。丸太を塗っていこうと思います。でレンガと違ってこのラスカットは水が染み込まないんですよ。なので濡らさなくて大丈夫、もしくは少しねふわっと表面霧吹きでかけるぐらいで十分っていうのかな。マルタの馴染み具合とか考えると、少しうっすら濡れた方がいいのかなと思います。であとは入門編でやったようにまずは結構力強くマルタを押し付けるように塗っていきます。はい、今力込めて一通り薄塗りして、でまたこれもまた前回と同じように二度塗りします。二度塗りで一層というカウントになります。で上から順序よく塗ってあげるといいかな。ところどころやっちゃうとどこが2度目かって結構ね分かんなくなっちゃうんでね。これちなみにステンレス製のペラペラなコテで仕上げコテっていうんですか、これちょっとエッジを縦切りでギューッとやると割と水気は上げずに鳴らすことができます。でちょっとこれでね
圧縮してで木ごてでさらにちょっとザラメをつけていきます。はい、でこれでちょっとね丸太がゆるい丸太使っちゃったんで少し水気が引くまで待ってトレースしようと思います。よいしょ。でこのザラメのまま一度完全に乾燥させてから上塗り層に移ります。ツルツルにしちゃうと上塗り層のくっつきが良くないので、木ごてで出したザラメのまま完全に乾燥させます。で下図のトレース方法なんですが、乾いてない壁なのでちょっと柔らかい、ちょっと湿ってるんですよね。なので意外とそのトレース方法に制限があるんですよね。で主なトレース方法としてスポルベロっていう方法とインチジオーネっていう方法がありますので、今回はスポルベロの方でやっていこうと思います。別の機会にねインチジオーネの方法でトレースしたものもやっていこうかなと思いますので、その時は別の動画を作っていこうと思います。なりますが、これ僕が描いた日本画の絵の下図をコピーして継ぎはぎねだらけなんですけど、コピー用紙で継ぎはぎで作った下図になります。本来は皆さん1枚の下図で下書きをして作ってください。本当の画面の大きさはこの辺からこっちまでなんですけど、こっちの方は飛び出る部分なんですけど、この飛び出る部分がちょっと後々使うところなので、下書きをするときは一回り大きい紙にしてください。一回りというかね、どっかしら一辺が飛び出ていれば大丈夫だと思います。下図の下にタオルを敷いてください。単純に言うとライン上に穴を開けていって、顔料をガーゼでくるんだタンポ、もう上からポン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 ってやって、そしたら点がね下に移るんですよ。で移ったね点を筆で点を結んであげて絵柄を出すという方法になります。でこうやってライン上に点を開けてって、で穴の大きさが結構重要でして、線がね細いところはやっぱりね大きい穴開けるとその点の大きさがすごく邪魔になったりとかするんで、そこら辺は気をつけてというのかな。この千枚同士の先が細くて根元が太いですよね。なので穴を開けるときに、根元まで刺せば太い点ができる。ね、浅く刺せば細い小さい点ができるっていうことになります。でこの下にタオル引いてるんですけど、下がね板だったらもう穴開かない、貫通しないで穴開かないんで、こういったタオル引いてて、穴を大きくしたいんだったらこうやってタオルをちょっとね太くして厚くしてあげれば深くさせるんで大きい穴が開ける。逆に薄っぺらいねタオルでやったら小さい穴が開くということになるんで、うまく調整してあげて点を開けていってください。はい、穴開け終わりました。この後はこの穴を開けたことによって後ろ側なんですけど、穴を開けて後ろ側にそのバリが突き出してるんですよね。すごくデコボコした感じになります。その紙が裏側にめくれるっていうのかな。それを取らなきゃいけないんですよね。このままで本番のね丸太の上に置いちゃうと、丸太がまだねちょっと柔らかいので、このバリが刺さるっていうのかな。へこんだ跡が丸太側についてしまうんですよね。なのでこのバリを取ろうと思います。で紙やすりで、もうこれ100番ぐらいの紙やすりです。
もうやってください。もうまあ多少ね凹凸感は出ますけど、これで随分と変わります。で一方向に紙やすりやっちゃうと結構穴が塞がっちゃうんですよね。で顔料が通りにくいんで、あんまり穴を塞がないようにちょっとね小刻みな丸を描きながら削ってあげるといいと思います。穴開けの時にね、あんまり小さい穴だとやっぱりねちょっと塞がってしまうんですけど、そういった時はやっぱりねちょっと大きい穴をもう一回開けてあげたりとかする必要があると思いますね。丸太の方が割と安定してきたので、下図のトレースをやっていきます。で、まあ、下図を割とかぶせて、よいしょ。で、ちゃんと狙った位置にかぶせます。ちょっと下がいいかな。で、僕が下図の準備の時に、こっち飛び出してほしいとか、まあ、一辺が飛び出してほしいって言いましたのは、この時にテープとか、画鋲とかで下図を固定します。で、固定した後、トレース終わっても外さないでほしいんですよね。一回トレース終わって、今度、乾いたら上塗り層を塗る時にあたって、また下図をかぶせることになるんですよ。その時にその下図とやっぱりあんまりずれない方がいいので、固定したところはしばらくはつけっぱなしにしておいてください。中塗り層と上塗り層の間は場合によっては取れてもなんとかなるとは思います。ただ上塗り層の時にジョルナータ1個目と2回目のジョルナータの間でずれると、これはかなり困ったことになってしまうので、その上塗り層に入ったら今度は下図の方は剥がれないように外れないようにしてあげた方がいいです。では下図をちょっと僕は画鋲の方で固定しちゃいます。固定し終わったら途中でねいった担保を出してきて、これでポンポンポンとたまにすり込んだりとか。はい、で下に点線が移りましたので、点と点を筆で絵の具で結んでいって絵柄を出していきます。で本番の時の色をのせてるわけではないので、ここで失敗しても特に問題はないです。で丸太が少し柔らかいのでここでなんだろう、ぐにゃっと丸太をへこませないように気をつけてあげるといいと思います。だいたい完成しました。水だけで溶いた顔料なんですけど、丸太がこれと乾くと同時に定着していくので、これ乾燥したらもうこの線は落ちないようになります。どうせその上塗り層でこれ隠れるんじゃないかって、これ全部トレースする必要ないんじゃないかっていうのがあるんですけど、確かにその通りではあるんですよ。ただ絵柄を描いてここで構図の確認とか間違ってるところとか気になるところをここで確認してあげられるっていうことができるので、全部描くことをやっぱりおすすめしますね。中塗り層シノピアって言うんですけど、本来この赤茶の色ライトレッドなんですけど、赤茶の色のことを最初はシノピアって言ってて、いつしかこの中塗り層にこのライトレッドを使うようになって、中塗り層自体がシノピアって呼ばれるようになったっていうのがあります。まああんまり関係ないけどね、雑談として。よいしょ。ではよいしょ。
はい、ではこちらをが今度完全に乾燥してから、今度上塗り層、描画層ですねを塗っていこうと思います。どこで区切るかとかそういったのとかがあるんですけど、これの説明も含めて次に説明しようと思います。で、完全乾燥までは多分1日じゃ足らないと思います。間に丸1日あって2日後とか、それでもちょっと足りないかもしれないかな、湿気とか環境によっては。もう数日ちゃんとしっかり乾燥させてから次の上塗り層に行きましょう。はい、ではこのままですが、今回はこれまでになります。またよろしかったらチャンネル登録、いいねの方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。